はい、どうも、料理人 VTuber の田上仁でございます。ということで、今回ね、ご紹介するのはソースバルサミコということで、こちらですね、ソースとしては歴史がまだまだ浅いソースだったりします。1980年代以降ぐらいからこう出てきたソースで、よくね、ヌーベルキュージーヌなんていう言葉は聞いたことあるかもしれないんですけども、その時代にね、結構体系化していったソースになります。で、今回はそのソースに合わせて、こちらね、豚肩肉のですよね、塊をどうやってこうロティしていくかっていうようなやり方も一緒に合わせてご紹介したいなと思いますので、早速いきましょうか。じゃあ皆さんのグラフィックボードの方をインフィニティにします。じゃあいきますよ。せーの。おん。はい、じゃあ材料紹介です。こちら、バルサミコ酢になりますね。1リッターのタイプのものになります。で、こちら、ニンニクと玉ねぎ、だいたい M サイズぐらいのものですね。で、こちら、冷凍のラズベリー、フランボワーズですね。で、こちらがフォンドボーになります。で、グラニュー糖ご用意ください。で、こちら今回ね、使う豚肩肉ですね。で、玉ねぎは薄くスライスしてっちゃってください。こんな感じでお願いします。で、ニンニクはグッとね、潰していただくだけで大丈夫です。こんな感じでお願いします。で、豚肩肉ロティにしますのでね、塩コショウちょっと強めにしてください。まあまあな大きさがあるので、ちょっと強めにしていただければ。で、こちらよくですね、スーパーとかでチャーシューとかに使うようにこうネットを貼られてるやつとかがこのタイプのものになりますので、結構スーパーなんかではお求めいただけやすいお肉になってますね。こんな感じでお願いいたします。はい、ニンニクはね、弱火でゆっくりこう香りを出していったところに玉ねぎ入れていきます。で、しんなりしたらここで、フランボワーズラズベリー入れてよく混ぜてあげてください。で、混ざりましたらここにバルサミコもう全部いっちゃってください。で、これしっかり1回沸騰させたところにグラニュー糖を放り込んでよく混ぜます。で、だいたい3分の1ぐらいまで煮詰めたところでフォンドボー入れていきます。これもしっかり煮詰めていきます。で、ここまで煮詰めていただけれたら一度こします。ちょっとね、別の鍋に移すような感じでこしていきます。で、しっかり絞っていただいて、で、コーンスターチでね、とろみをつけていきます。ちょっとずつ入れていってください。よーく攪拌しながら、スターチを入れてあげればダマになることもなく。で、これぐらいの濃度で、やった場合は常温で、線を引きやすいような濃度になりますね。で、私は今回は温めて使うタイプのバルサミコソースにしますので、ここまでしっかりね、とろみをつけていきます。これでバルサミコソースは OK ですね。では豚のロティです。全面をこのね豚の肩肉のね、まず油
背脂のところをねしっかり色をつけてから全面色をつけていきます。綺麗に揚がりましたね。こんな感じで大丈夫です。で、それを180度の、オーブンで脂身の方をね下にしていただいて、で入れます。で30分180度で入れておきます。で30分経ちました。経ちましたら、ここドアを開けないでそのまま放っておきましょう。だいたい30分ぐらい放置しまして出来上がりです。ではカットしていきます。どうですかね。もう見事に、もう切った瞬間にこの肉汁が溢れてくるんですよね。では食べる分をカットしていきます。すごいですよね。もう肉汁がすごいですね。ではドレッセです。こちらさつまいもをですね、甘くちょっとね煮つけて、でその後ですね表面カリッと焼いたものになりますね。で、こちらインカの目覚めですね、こちらも1回蒸して、で、断面をですねしっかり焼いたものになります。で小かぶですね、これもですね1回蒸して、断面をしっかり焼いたものになりますね。
でそこに、先ほどのロティした豚肉を盛り付けまして、でちょっとねクレソンも添えさせていただいて、でたっぷりとバルサミコソースいきましょう。豚肩肉のロティソースバルサミコでございます。いかがでございますでしょうか。では実食です。柔らかい。うまい。この豚の脂身にあるこの甘みがやっぱりねロティにすると結構感じるところは強くなってくるんですけども、このバルサミコソースのこの酸味でねこうグッとまとまるような感じに仕上がっていて、かつですねこのバルサミコが持っているこの風合いと、中に入れたこのねフランボワーズが結構似てる風味なので、よりこのねなんていうんですかね、高貴な感じのこのエレガントさというか、それがですね最終的にこう酸味と合わさってまとまってですね、いやーうまい。こういった塊肉なんかもねご家庭でも簡単に火入れすることができますので、ぜひチャレンジしてみてください。バルサミコソース、大変ですね汎用性の高いソースですので、ぜひ作ってみてください。はい、どうもお疲れ様でした。いかがでございますかね。ソースバルサミコ豚肩肉のロティでございましたね。はい。でこちらバルサミコソースなんですけども、比較的歴史は新しいソースになりますね。はい。で皆さんねご存知の通り、バルサミコっていうのはイタリア発祥のものになりますので、実はですねフランス料理のマザーソースの系統のものにはどれにも入らない、ソースだったりします。でいつ頃出てきたっていうソースになるかっていうと、しっかりしたね体系化していったものっていう意味合いではヌーベル・キュージーヌの時代だから1980年代以降に結構しっかりした体系化されていったソースで、バルサミコディクションディクションって言ってこうぐーっとね煮詰めていく行為をディクションって言うんですけども、そのディクションしていく中で、グラニュー糖を入れたりワインを入れたりとかして仕上げるパターンが一つと、あとはですねデグサラージュといってお肉だとかですね魚をこう焼いた後に残ったそのフライパンに残るですね旨味ですよね。そこにですねフォンドボーだとかバルサミコだとかブイヨンだとかワインだとかっていうのを入れていって、それをぐーっとね旨味と一緒にこう煮詰めていくっていうこの方法が当時結構確立されていったっていうソースですよね。ですので結構当時をこう象徴するソースの一つだったりしますよね。粗ミニッツなソースっていう意味でですね。はい。ですので、そういった意味合いで、こちらのソース、今回ご紹介してもらったんですけども、こちらですね、自分がアルザス出身の、フランス人の方から教わったソースで、このフランボワーズを入れて、こう作っていくっていうものになります。バルサミコとですね、フランボワーズがかなり近いフレーバーであるっていうのと、この時に、当然フランボワーズが持ってる果糖といって、果物の果実の果と書いて、糖類の糖ですよね。でこれとですね、強いフランボワーズのこのフレーバーというか香りですよね。これとバルサミコをこう相乗させていくっていうやり方でさらにですね、そこにグラニュー糖を入れていくことで、こう深い味わいにしていくっていうようなやり方を教わった時に、いやーすげえなーってすげえことを教わっちまったなと思ったんですけどね、これがね結構ね私衝撃だったんですよね。やっぱり果物をそういう風に使うっていうのがやっぱり私は当時すごい衝撃で、
何やってんだろうな、この人と思ってたんですけども、こう、よくよく話を聞いてみると、結構理論だってて、味わった時のうまさの衝撃っていうのは、やっぱりね、今でもやっぱり覚えてて、非常にね、リスペクトしているソースだったりします。はい。で、こちらのね、ソース、ご紹介した通りに、最終的にコーンスターチで、リエ、濃度を合わせていくんですけども、このね、濃度の付け方によって、常温で使うか、もしくは温めて使うかっていうような使い方ができます。で、バルサミコソースっていうとこうね、お皿の上にこう線がね、ピピピピピピってこうね、張り巡らされてるようなところに、お肉がバーンと置いてあったりとか、よくね、見ると思うんですけども、パターンにする場合は、ちょっとスターチの方を、少なめにして、常温にして使ってもらうっていう感じの方が、綺麗にいきますのでね。はい。で、こちらのソースね、もう本当に汎用性が高くて、肉、魚、肉はもう本当に全般いけますし、特にね、豚肉はもう最高ですよね。で、お魚にも合いますし、全般ね、いけるソースですので、いろいろね、作っていただけると活用できるかなと思います。で、でもさ、それ、作るのいいけど、ものすごい匂いするんじゃないのって思うじゃないですか。もう、とにかく、部屋に匂いがついちゃって嫌だなと思うじゃないですか。という時には、皆さんにご紹介します。せーの。ドン。はい、こちらですね。こちら何ってことなんですけども、オゾン発生器というものになります。はい。で、こちらですね、部屋の匂いを、取って、ちなみにこれ案件ではありません。先に言っときます。案件でも何でもなくて、普通に私も、お店で使ったりとか、部屋で使ったりとかっていうしてます。はい。で、オゾン発生器で、これをつけて、外出して帰ってくると匂いがもうね、ほぼなくなってるっていうものになります。おそらく、賃貸だとかで、ペットの匂いを気にされてる方がよくこれを使うっていう話は聞いたことあるんですよね。で、当然これ使った後は一回換気してください。換気してあげないと、私それ知らずにですね、これつけっぱで寝たらですね、朝起きた時にもう喉が痛くてなので結構喉にダメージが出てしまうので、結構気をつけた方がいいなとは思うんですけども、ペット飼われてる方なんかは一度ね、ペットを外に連れ出して、でオゾン発生器使って換気してから猫ちゃんワンちゃんをねお部屋に入れてるっていうことは聞いておりますね。っていうぐらいお部屋の匂いをねしっかり取ってくれるものだったりします。そんなに高いものではなくて1万5、6千円ぐらいで確か Amazon で買えるものですので、ちょっとねご興味のある方は使ってみてはいかがかなと思っております。はい、いかがでございますかね。ソースバルサミコでございました。はい、それじゃあね、また次の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。